はい、皆さんこんにちは。ミニス開発リーダーの岩崎です。今日はですね、ちょっと普段からすごくヘビーユーザーというかですね、もうレースを主体でやられてる方はもうとっくにそんなことは知ってるよっていう昔のことかもしれないんですけども、割と最近ですね、ミニッツ始められた方向けにですね、ちょっと情報自体は新しくないんですけれども、ちょっと試してみてもらえると新しい遊び方ができるかなということで、一つ話題をお届けいたします。現在ですね、こちらの、サーキットなんかで走らせるのに主流になっている MR03 エボなんですけれども、この2種類、ちょっとモーターの色とかは、今はちょっと無視していただいて、まずこのナロー MM2 というシャシーと、ワイド MM というこの2種類がですね、ラインナップとして販売されています。それぞれ青いモーターがついてたり、赤いモーターがついてたり、緑がついてたりっていう種類はあるんですけども、基本的にシャシーの構成としてはこのナロー MM2 とワイドの MM という2種類になっています。で、今日はですね、ちょっと焦点当てたいのはこちらです。ナロー MM2 なんですけども、もともとこの MM2 のモーターマウントっていうのは、それまであったですね、この 94mm 仕様、ホイールベースが 94mm という仕様はですね、このミッドシップマウントには対応してなかったんですね。こちらがその1個長い 98mm というやつなんですけれども、それをなんとかミッドシップの性能を 94mm で叶えたいということで、生まれたある種、ちょっとスペシャルモーターマウントなんですね。ということで結構ですね、いろんな意味で制約が大きかったりします。で、割と最近、ミニッツ始められてそこそこできるようになってきた、主に初級から中級に上がるぐらいの人ぐらいを、ちょっと想定してお話ししたいんですけれども、このナロー MM2 で、例えば青いモーターで割とスピード速いところに、持っていくとですね、結構このミッドシップのシャシー特製の、割とオーバーステア方向なんですよね。当初はやっぱりこのワイドの MM なんかも、昔はパワーが上がれば上がるほど結構操縦は難しくて、速く走ろうとするとそれなりに操縦する人の腕が必要だったりとかもしたんですね。この MM2 っていうのは、その腕が必要な人向けのシャーシーっていうのがもともと生まれた背景なんですけれども、実はこの 94mm のホイールベースっていうのはもともとこちらの、RM というタイプが昔は主流でした。このモーターが車軸より後ろにあるタイプですね。結構これご存知ない方とかももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思って今日はですね、ちょっと久々にこの RM マウントっていうのを、紹介いたします。これまで何度もですね、この話してきてるんですけれども、今一度ここでですね、このナロー MM2 のブラシレスバージョンで、ちょっと操縦難しいよと感じてる人がいたらですね、ぜひこのフロントシャシーの部分は全く変えずにですね、この RM モーターマウントっていうのをですね、つけていただいて、ちょっとやってみてはいかがでしょうかという話です。実はこの2台、ご覧の通りですね、車軸を合わせるとホイールベースは 94mm で全く同寸です。こういう風に見てもらうとよくわかるんですけど、モーターの位置がこれぐらい違うんですね。結局、この車軸に対してモーターの位置がこれだけ違うと結構操縦に影響が出ます。当然ですね、リアの車軸に重量物が乗っかっている方がですね、リアのトラクションを稼げますんで、ものすごくですね、実は RM の方が操縦はしやすいです。終始リアグリップが安定しているので、結構オーバーステアというよりは、割とそうですね、リアがしっかりしている分、なかなかなんつうんですかね、オーバーステアの方向には行きにくいんですね。なので、RM モーターマウントをですね、この機会にちょっと試してみてはいかがでしょうか。そもそもですね、このミッドシップモーターマウントはその運動性重視で生まれたシャーシーなので、本当に同じ腕の人がですね、同じコースで
タイムを測った場合、上級者であればあるほど、こちらの方がタイムは出ます。正直言って。ただですね、ミニッツ、なかなかこの RM マウントっていうのもあってですね、昔はこれが結構主流で、これでもずっとレースやってましたんで、ちょっとこの MM2 の操縦性と比較がてらですね、この RM マウントっていうのをつけるとどんなフィーリングなのかなっていう、ちょっと体験しておくのはいいかなと思います。そんなわけでですね、今日はちょっとRM モーターマウントっていうのをご紹介いたしました。ぜひですね、このフロントのシャシー部分全く変えなくていいので、今ご自分が使っているシャシーのこっちの前の部分は変えない状態でですね、この、RM マウントっていうのをつけてもらえると、全くボディもそのまま、今ここにトヨタの86持ってきてますけども、この L ホイールベースであれば全くいじらずにですね、搭載可能ですので、ぜひですね、ちょっとこの MM2 から RM にコンバートして楽しんでみてはいかがでしょうか。で、RM にした後はですね、実はMM2 ってホイールベース L 専用なんですけど、RM の場合は、S、M、L と3種類のホイールベース選べますので、なかなかこの L のホイールベースで今使われている主流になっている R33GTR とか、トヨタ86とか、こういったものが、L では多く使われてるんですけども、あまりですね、そのレースとかタイムとかを気にせずにですね、ご自分の好きな車を使いたいということに関して言うと、意外と、最近は新しいボディ出てませんけども、M のホイールベースにもですね、結構魅力ある、車たくさんありますので、同じトヨタですと、AE86 とかですね、マツダの RX7 シリーズ、FCFD とか、あとはつい最近ですと、数年ぐらい前に出したマツダのロードスター、最新の ND 型のロードスターなんかもホイールベース M なので、RM 写真にすれば使えますので、ぜひぜひですね、この RM マウントっていうのを、ちょっと体験がてら試してみてはどうかなというので今日はお話しいたしました。ちょっとですね、モーターマウントに関しては、最近はもう本当に主流が MM2 と、ワイドの人は MM になってきてるんですけども、この久々に RM というのをピックアップして、今日はお届けいたしました。ぜひですね、普段やられてないモーターマウントなどもトライしてみてはいかがでしょうか。